藤原です。今回は新しい仮想通貨ビッタオ、ビットダオと書いてビッタオと呼ぶ、仮想通貨で送り人になろうという話をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信したりしていますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。ツイッターの方には言ったんですけど、ビッタオっていうね、新しい仮想通貨のプロジェクトがあるんですけども、これがね、かなりすごい、プロジェクトなんですよ。大きなプロジェクト。で僕もね、ちょっと自分でいろいろ調べてみたりしたんですけど、何がすごいかって、まず規模がすごいんですよね。バイビットが、先導しているプロジェクトなんですけども、規模が、1000億円とかの、プロジェクトなんですよね。で、DAO っていうのがね、分散型自立組織っていうんですけども、いくつか今なんとか DAO ってあると思うんですけど、その中でも最大規模となる、このビッタオが、8月の16日から、申し込みが開始するということですね。どうやらね、寿司スワップで、トレードできるようになるのが最初だと思うんですけども、その後多分、普通の一般的なその取引所に、上場する。多分海外の取引所に上場していくみたいな流れになると思います。だから2021年の、新しい、コインの上場で、最大規模の、ものだと思います。で、すごいね、ざっくり説明すると、日本語のサイトも結構あるので、ビッタオで、検索するとよくわかると思うんですけど、まずその世界2位のデリバティブ取引所のバイビットが最大規模の DAO、分散型自立組織、ビッタオに対して先物契約の取引量の 2.5 ベーシスポイント、10億ドルを超える金額ね、10億ドルで1100億円を投入することを明らかにしましたということで、もう規模がまず桁違いですよってことですね。で、それと、このビッタオに、結構その出資したり、協力したりする会社が結構多くて、ここにバンと出しますが、例えばペイパルを、作った、ピーター・シールっていうね、超有名人なんですけど、この人とか、アメリカトップクラスのベンチャーキャピタルのファンダーズファンドとか、20の機関や個人から253億円以上の資金調達を行った、トップクラスのプロジェクトですよってことですね。で、出資への条件は、バイビットと交流があることと、ビッタオへの貢献を制約するという2つがあったということです。パートナーの名前もすごいですよね。寿司スワップ、ファウンダーズファンド、ピークキャピタルとかね、結構仮想通貨界隈ではかなり有名な、ところが、協力をしていると、いうことですね。あと、イギリスの億万長者、ハワード・アランとかね、デックスの代表格である寿司スワップとか、すごい面々が入ってるんですけど、このトークンがどうなるかっていうと、まず、発行枚数は100億枚です。100億枚っていうと、ネムが89億枚とかなんですよね。なんでその辺ぐらいの規模感の、トークンということなんですけども、ここにね、出しますけども、カテゴリーがいくつかあって、まずプライベートセールっていうのが行われました。これはバイビットが声かけた人が、早めに買えるという件だったんですけども、日本人だと数名ね、声かけられたらしいんですけども、私はあれですよ。私は持ってないですよ、ちなみにね。これが供給量の 5% に当たります。ただこの人たちは3ヶ月間ロックされて、12ヶ月かけて分配されるので、実際に受け取るのは、今年の冬ぐらいから来年の冬ぐらいにかけて分配されるということで、あんまり価格には影響のないそうなのかなと思います。その次が、パートナーリワードってことで、名前の通りパートナーなんで、さっき出てきたような企業に、5% ぐらい渡してると。で、これは、発行時に、すでに入手可能できるということなんで、しかもロック期間ないので、この 5% の、人たちは、上場して即座に、売るってこともできるので、影響力があるということです。ただ、この面々ってね、結構金融機関が多いので、速攻全部売るとかってことは多分あまりないと思うんですよね。で、その次がエコシステムスワップっていうのがあって、供給量が 30% で、発行時に入手可能なのが 10%、ロック期間が3ヶ月、解除後の、権利確定が12ヶ月、これも12ヶ月かけて分配するっていうことなんですよね。で、次がバイビットによる供給ってことで、供給量が 15%、発行時に入手可能なのが 15%、これはロック期間なしということで、バイビットが供給するものがあるということです。で、
で、その他 45% はバイビットが12ヶ月ロックしてるってことで、それを24ヶ月にかけて分配するっていうことなので、結局、流通量のうち最初はね、30% しか、発行されないというか、流通しないということなんで、だいたい30億枚ぐらいの仮想通貨の規模感の、価格になるんじゃないかなと思います。それぐらいの価格ってどれぐらいかなっていうと、例えばね、100億枚で言うとね、さっき言ったネムとかが、今21円で 0.2 ドルぐらいなんですよね。あと、ポリゴンマティックっていうのが、1.3 ドルとかつけてます。で、チリーズが 0.35 ドルとか今つけてて、ダイっていうのもあるんですけど、これが1ドルぐらいつけたりしますね。で、30億枚っていうと、もうちょっと、下で、アイオタってやつが、1ドルつけたり、ファントムが 0.3 ドル、クラリチンが 1.4 ドル、マナっていうコインが0.9 ドルとか、それぐらいの価格なので、1ドル前後ぐらいが妥当な価格なんじゃないかなと。今の相場で言うとね、今は一旦押したところなので、だから最高額で言うと、2ドル3ドルぐらいのが多くて、あと、ぶち抜いてるやつだと6ドルとかが多いんで、それぐらいの幅感って感じ。1ドルだと安いよねって感じで、1ドル切ってたら安いよねって感じで、2ドル3ドルとかだと結構高値圏なのかなと。で、6ドルだともう超高値圏みたいな。そんな感じの規模感かなと。枚数的に言うとね。で、このコインが、事前に買えることになりましたということがね、発表されました。で、これが面白くて、8月10日に発表されたのが、寿司スワップチームのミソっていうね、システムによって、8月16日の22時に、2億枚を、IDO で市場に放出されることがアナウンスされましたということですね。で、このね、買い方っていうのはちょっとややこしいんでよく聞いてほしいんですけども、まず寿司スワップで買うってことは、メタマスクが必要です。メタマスクっていうウォレットね、仮想通貨の中級者から上級者の人は分かると思うんですけど、メタマスクっていうウォレットで、イーサリアムベースか、寿司ベースで買うってことなんです。だからまずメタマスクが必要です。で、持ってない人はメタマスクを作って自分のアカウントを持つ必要がありますので、メタマスクの作り方がわかんない人は YouTube でメタマスク、作り方とかで、動画を上げてる、某ね、猫ちゃんたちのチャンネルとかありますんで、そういうの参考にメタマスクを作ってもらえばなと思います。で、メタマスクで、イーサリアムでいいと思うんですけど、イーサリアムのネットワークを選択したら、すでにもうね、この、ビッタオね、ビットって略されるらしいんですけど、ビッタオが、すでにもうそのウォレットの中に、追加することができる。僕も追加したんですけど、追加することができるので、追加しておくと。で、あとは、メタマスクの、イーサリアムネットワークを選択した状態で、ブラウザで、寿司スワップのサイトを開くと。で、寿司スワップと、その自分が持ってるメタマスクを、接続する、コネクトするっていうのがまず必要ですね。で、コネクトしたら、その寿司スワップ上で、ミソっていうシステム上で、あらかじめ申し込みができるのが、2021年8月16日の日本時間の22時です。日本時間だと22時なんで、お住まいの国が何時かっていうのをちょっと確認してください。で、申し込みができる。で、8月の30日まで申し込みできると。で、これが面白くて、これもちょっとね、ややこしいんですけど、ダッチオークションっていうんですよね。ダッチっていうのはオランダなんですけど、ダッチオークションってオランダオークションっていう言いことなんですけど、オランダオークションっていうのは、よくね、建設するときとかの、入札とかに使われるんですけど、最初高値で、募集して、だんだん安い価格で競り下ろす、逆競りって言うんですけど、だから最初は、2ドルから始まるらしいです。2ドルから始まって、で、一番下が 1.2 ドル。だこの幅で、競りが行われて、安いのが出れば出るほど価格が下がっていくという形。で、最後着地したところ、8月30日に着地した時点で、例えば 1.3 ドルで着地しましたってなったら、申し込んだ人全員が 1.3 ドルで買うってことになるらしいんですよ。で、そしたらじゃあ後に競り落とした方が有利じゃんって思うかもしれないですけど、そうじゃないんですよ。これ早めに申し込んだ方がいいんですよ。っていうのも、ボーナストークンっていうのがあって、最初の 5% だったら、ボーナスが 40% もらえますよ。次の5%、上位
5% だったら、30何%もらいますよということで、申し込んだのが早い順にボーナスが加算されるんですよ。ということは、例えば同じ $1.3 で、結局全員買うわけなんですけども、それでもボーナスに差が出るので、例えばね、$1.2 で実際買えたら、40% ついたら $0.83 とかで買えるってことなんですよね。平均取得単価で。だから、これを買いたいと思うんだったら、やっぱり早めに申し込むべき。8月の16日の、夜の10時ね、22時に、早めに、スシスアップのミソで申し込んでおいて、取得するべきなのかなと思います。ただ、さっきも言ったように、発行枚数的には、$1未満なら安いよね。$2、$3だと高いよね。$6だと、かなり高いよねって感じの発行枚数なので、それを考慮した方がいいと思いますね。でも例えば多分$2で始まって最終的に$1.2 とか$1.3 とかその辺で着地するような気がするんだけど、その辺で着地してボーナスがあって平均取得単価が$0.8、とか$1とかになって、結局、どっかの取引所に上場したら$2、$3つけたら2、3倍ぐらい取れるよねっていう感じの、コインなのかなと思います。で、僕は結論から言うと、これちょっと申し込んでみようかなと思います。ちょっと面白いので申し込んでみて、そんなに大きな大きなっていうかね、1300万円ぐらいね、ちょっと申し込んでみようかなと思ってて、どっかの取引所に上場したらバーンってね、跳ね上げそうだしね。多分ね、僕の予想だと、最初スシスアップに上場した時点で、バーって上がっていって、で、その後でガーって下がるんだけど、結局、例えばバイナンスに上場が決まりましたって言ったらまた上がっていったりとかね、FTX に上場しますってなったらバーンと上がっていったりとか、そんな感じの2段階の上げみたいなのがあるんじゃないかなと思います。で、どっかで、$2以上で売るチャンスは、結構あるんじゃないかなとは思いますので、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなということで思います。ね、僕はちょっとこれ入るかどうか結構迷ったんですけど、やっぱプロジェクトが大きいし、出資してる人が、さっきも出てたように、かなり、VIP なので、結構大きいと思うんですよ。で、名前もね、ビットっていうね、そのビットコインみたいじゃないですか、DAO で最大級。仮想通貨の最大規模はビットコイン。DAO の最大級はビッタオみたいなね。そんな感じで、結構今後のね、プロジェクトにすごい影響を与えそうだなと思います。ということで、ちょっとこれでも一応ざっくり説明したんですけど、ついてこれた人は、メタマスクからね、スシスアップコネクトして、スシスアップのミソを使って、申し込みをね、してみてください。はい、今日の動画が役に立ったという方はぜひね、チャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と、20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。